先輩方、私なんだが、今日は前から言いたかったこと、時間の流れの秘密について話していくとする。メールでも要望があったからというのはあるんだが、これを聞いている、見ている者、先輩方というのは、年を取るのが時間が経つにつれて早く感じたりするであろう。これも仕方がないことであって、現代のこの空間、低次元の空間というのは時間で制限されているから仕方がないことではあるんだけど、その時間というのは実はコントロールすることができる、自由自在に操ることができるというのは言うまでもないことだ。しかしながら先輩方の多くというのは残念なことに時間に制圧されているということだ。例えばなんだが、30を過ぎたり40を過ぎたり50を過ぎたりしているものというのは、もう1年経った早えわみたいな感じで毎年恐怖に怯えてビビりまくっていることであろう。また年取ってしもうたみたいな感じだな。無理もないことだ。しかしながら若い時というのを思い出してほしい。もしくは今現在、例えば10歳とか12歳とか15歳なんかのキッズであれば理解することができるであろう。本当に時間が経つのが遅かった。現役キッズであればすぐに理解することができるであろう。もう早く大人になりたいみたいな感じでだな。早く働きたい、早く大人になりたい、早く社会に出たいみたいな感じだな。私もそう思っていた。キッズ時代はだな。しかしなぜそんなことが起きるのだろうか。子供の頃はその時間の流れというのは遅かったけれども、大人になってしまったらもう時間がどんどん早くなっている。もう毎日毎年早くなっている。例えばなんだけど、10歳から15歳の間というのは非常に長く感じたけれども、30から35だとか40歳から45だとか、そういった期間と比べたらもうまるで違うということ。1日は24時間で1440分だけれども、とても同じ時間とは思えないと思うであろう。これは本当に仕方がないこと。これはジャネーの法則というのを聞いたことがあるものであればすぐに理解できるであろう。簡単に言えば、生涯のある時間における時間の心理的長さというのは年齢の逆数に比例するということ。だから例えば40歳の人間にとっての1年の長さというのは人生の40分の1ほどではあるが、4歳の人間にとっては4分の1に相当する。よって40歳の人間にとっての10年間というのは4歳の人間にとっての1年間、たった1年に値する。40歳の10年と4歳の1年、これは同じだということだ。これが事実だということだ。だからもっと言えば、このジャネーの法則に従うとするのであれば、80歳までに生きる人というのは体感的には20歳で人生の半分を終えることになるということ。20歳になった時に体感的スピード、時間のスピードというのは人生の半分を終えたと考えても何らおかしくはないということだ。これが事実だということだ。だから1歳から20歳までの経過時間と20歳から80までの経過時間というのは体感的に同じだということだ。それほど20歳から80までのスピードというのは本当に速いということだな。しかしなぜそういった時間の経過に時間の差というのが大きく違ってくるのかといえば、何が原因なのかというのは新しい経験があるかないかの違いだけだ。例えば小さい頃の経験というのは全てが初めての経験ばかりだということ。しかしながら大人になればすでに経験したことがあるということが多くなって、年齢を重ねていくうちにもうほぼ全て経験したことがある。
要するに刺激的な一日を過ごすことができないと充実感が不足して時間が早くあっという間に経ってしまうということだ。だから対策、時間をコントロールする方法としては、初めての経験、もうほんの些細なことでもいいから多く経験するということ、日々経験するということ、例えばもうほんと些細なことでも構わないということ、初めての道を通ってみるだとか、初めて行く店に行ってみるとか、初めてのものを買ってみるだとか、新しい趣味に挑戦するだとか、全く新しい仕事に挑戦したりだとか、そういったことをいざ実行することによって時間を自由にコントロールすることはできる。1歳から20歳くらいまでの時間の感覚というのを取り戻すことができるということだ。本当はもっと長く話したかったんだが、今日はここまでにしとこう。何はともあれ、何か新しいことに挑戦してくれ。これは私と先輩方との約束だ。いいな。それでは今日はこの辺で終わる。以上だ。